コロナで突然海外に行けなくなって息が詰まりそうになってね、東京にいるっていうのが。なので地方にサテライトオフィスをいろんな田舎に作って、そこを移動しながら、夏は涼しい北海道で、冬はあったかい沖縄に事務所作ろうって言って、北海道と沖縄に事務所作ったわけ、小さな。でそこ行くとね、やっぱり東京と気分が違ってリラックスできて、コロナの時の自分が救われたのはそのサテライトオフィスのおかげだと思ってるんだけど、東京の事務所から地方に出てサテライトに出てったやつ手挙げて出てくるんだけど、そいつらがね、人間的にすごい成長するんだよね。でそれをマスコミで喋ったら、聞きつけた和歌山県の知事さんが「和歌山にもぜひ来てください」って言って「和歌山すごいとこです」って言って、僕も和歌山そんなよく知らなかったんだけど、行ったら確かにいいとこなわけよ。僕はもともと事務所始めたのは1986年で、いわゆるバブルの真っ最中で32歳で始めたんだけど、仕事はもうすごく忙しかったわけよ。で東京のみんないわゆるアパレルとかさ、あるいは広告代理店とかからさ、仕事をいろいろ頼まれて、いわゆる東京の今風の仕事をいろいろするんだけど、突然バブルがはじけて1991年で東京の仕事が全部キャンセルになって、で仕事がないから、地方のなんか友達のとこ遊びに行ったりとか、地方をブラブラするっていうことがそのから始まるんだけど、その時ね、地方ってすげえなと思ったわけ。東京で設計の仕事してるとさ、建設会社ゼネコンの人たちとしか話しなくて、職人の人と基本的にはあんまり話する機会がないわけよ。で職人の人と直接話されると、ゼネコンの人としてはさ、そこでなんか妙なこと決めちゃってさ、職人の人は「いいよやったるで」みたいなことでやっちゃったりするから、基本的には関係は遮断されるわけね。職人は職人で、僕が話していたマネージャーさんだけで、マネージャーさんは先生工期が厳しくてとか予算がなくてしか言わないからさ、それでもう職人との直接の対話がなくてフラストレーションがあったところに地方に行ったらさ、職人といろんな話ができるわけで、地方でその小さな仕事を90年代バブルの後始めるんだけど、日本の職人ってこんな面白いこといっぱいできて、で人間的にも面白いし、で地方の方が面白いやっていうふうにその時思うのね。それでもちろん地方の仕事ら規模が小さいし、その前のバブルの時代みたいに派手なデザインをやりたいなんていうことは全く地方の人は思わないんだけど、そういうなんか派手じゃない地味なデザインの中でも面白いことができるってことを地方で発見するんですね。それで自分はやっぱりそのバブルの時の作ったものよりも地方で作ったものが圧倒的に面白いって海外でも言われたし、で地方の中でも本当に本当に田舎で仕事して、田舎の他にはないような技の職人に出会ってやってって、地方の可能性っていうことに90年代の10年間でバシッと気づかされるんだけど、その後このコロナの時にやっぱしね、第二の気づきがあって、やっぱしコロナの時全く海外に行けなくなるわけね。だから90年代10年間の仕事でいろいろ海外から呼ばれるようになって海外の仕事をして、海外の地方で、海外でも大都市じゃなくて地方の仕事が多いんだけど、海外で地方で地方の仕事職人とやるみたいなことをその後やってきたんだけど、コロナで突然海外に行けなくなって、それで息が詰まりそうになってね、東京にいるっていうのが。なので地方によしサテライトオフィスをいろんな田舎に作って、そこを移動しながら、要するに海外移動してる代わりにサテライトオフィスを移動しようって言って、夏は涼しい北海道で、冬は
あったかい沖縄に事務所作ろうって言って北海道と沖縄に事務所作ったわけ。小さな事務所なんて言えるほどのもんじゃないんだけど、本当に小さなスペースで 4,5 人が働けるような場所を作って、そしてでそこ行くとね、やっぱり東京と気分が違ってリラックスできて、コロナの時の自分が救われたのはそのサテライトオフィスのおかげだと思ってるんだけど、でそういうところに行くやついるかって事務所で言うと、手挙げて行きたい、北海道行きたいとか沖縄行きたいってやつは必ずいるわけよね。でそれをこのマスコミで喋ったら聞きつけた和歌山県の知事さんが「和歌山にもぜひ来てください」って言って「和歌山すごいとこです」って言って、僕も和歌山そんなよく知らなかったんだけど、行ったら確かにいいとこなわけよ。食べ物美味しいしさ、なんかすごくこう南性がさっきの言葉で言うとコルビュジエの南性じゃないけど南性が溢れてるしさ、じゃあ和歌山にも事務所作りましょうって言って和歌山にも作って、でそこにねこう小さなサテライトを作るとなんか友達ができてきて、そこでなんかこう仕事みたいの頼まれるようになるんだよね。で人間って不思議で、なんかね建築って人間同士と関係だから、やっぱりねそこの目の前にいる人間なんか頼みたくなるっていうのがあって、それで、和歌山にも作って、それでその後岡山の真庭っていうね、これはもう岡山からずっと山の中入った、日本一のヒノキの生産地なんだけど、実はその真庭の、市長もそのヒノキの生産地だし CLT の日本一の工場もあるからぜひ来てくれって言って真庭にも事務所作って、それでその後に今度は福岡は今度は九州の仕事がいくつかあるから拠点がどうしても欲しくなって福岡に作ってって、今、4つ日本の中にもそうサテライトがあって、そうやってでサテライトが僕はだから単に地方の仕事をするっていうのじゃダメだなと思ったんだな。それはコロナの時にこれから地方だとか言ってるけど、自分が地方に住む気力がないとダメじゃないかなと思ったわけで、それで自分自身が自分の事務所を解体してこう小さなサテライトにこう分けていくみたいなことを実践してみないと地方創生って言っちゃいけないんじゃないかってことをコロナの時に気づいてやってみたのがね、それがこう自分にとっては第二の気づきだったような気がするな。で地方に行くっていうのは僕自身がその地方のそういうとこを回ってるとその気分が変わって新しいことにいっぱい気づくだけじゃなくて、その東京の事務所から地方に出てサテライトに出てったやつ手挙げて出てくるんだけど、そいつらがね人間的にすごい成長するんだよね。で東京の事務所のところで時にいたら、ね、全然目立たないんだってやつがね、その地方の、そこって4,5 人ぐらいしかいないわけのところでこう自分の個性を発揮して自分のなんか新しい生き方を見つけてきて、なんかすごい人間変わるのを見てて、やっぱしね地方創生ってその自分たちでそっちに飛んでって一緒にやるような気持ちがないと地方創生はダメじゃないかなっていうふうに思って、それをね今回のそのコロナの後ですごく感じましたね。でやっぱりね人間ってねその建築っていうのは僕はそのモダニズムの時っていうのはインターナショナリズムみたいにってこう世界中同じものができればいいっていう時代で、それがもうそういう建築がつまんなくてそれぞれの場所らしい建築作んなきゃいけないっていうふうになるわけだけど、やっぱ場所らしい建築作るためにはね東京にいて図面描いてるだけじゃダメで、その場所の中に入り込むっていう体験をしていかないと本当の意味でもなんかその場所らしいものってできないような気がする。でそれはやっぱ建築っていうのが基本的にはそういうこう手で作るものに帰りつつあるからじゃないかなと思うな。だから手で作らないでどっか機械で作ったようなものとか同じものを工場で作ったものをどっか運んできて建てるようなものっていうのはやっぱりなんとなく人間を満足させなくて、その場所に手で作ったものっていうのがやっぱり人間を本当に満足させてくれるような気がしていて、そっちの方に今こうどんどん流れてると思うな。だから
地方創生を、っていうのはそっちのこうハンドメイド性っていうこととすごく密着に結びついていなきゃいけなくて、それは僕は世界で仕事をする時も同じで、世界をやっぱり自分も一緒にさまようって感じじゃないとそこの場所のこう面白いものは作れないんじゃないかな。で例えば僕の作品でいうと中国の杭の講習っていうところでこう中国美術学院って、中国の国立と芸大の、美術館を作ったんだけど、それは瓦で作ってるんだけどさ、その瓦はその地方その広州のところに行った時にさ、こう野焼きで作ってんだよね。で野焼きって瓦を要するに工場で作ってなくてさ、この野っ原の中にさ薪を集めてそこで土を焼いて瓦作ってるわけよ。でこの煙は何？焚き火なのかな、それともなんか肉焼いてんのかなって言ったら、それ瓦作ってんですって。こんな風にして瓦作ってるんだ。当然野焼きだからもう瓦なんて一個一個バラバラの大きさでさ、でもそれがめちゃめちゃかっこいいから、その野焼きのこう寸法がいっぱい違ってる誤差だらけの瓦を使ってその美術館作ったら、やっぱり全くこう日本でも他でもできようのないような質感のものが出来上がってさ、やっぱそれも僕が旅をしてて野焼きの煙に出会ったからがきっかけで、それがなかったらあんなもんできなかったと思うんだよね。それはまず発見できるかどうかってことが、同じこういうように旅をしてても気づくやつと気づかないやつがいるから、まず発見できるかどうかっていうことのそういう目を養ってなきゃいけない。で発見したものをいいなって旅の思い出にするだけではなくて、それが自分の仕事に結びつけて、なんか今やってるものがそれの延長線上にできないかっていうね、それは執念みたいなものが必要だと思うな。でそのこうできないかなって思って、できないこともいっぱいあるわけよ。で実際の作品に生かせないこともいっぱいあるんだけど、やっぱりその執念を持ち続けてこう100個ぐらいやってると100個に1個ぐらいはその作品が結びつくことがあって、そういうなんか粘り強さみたいのはとっても重要ですね。